金融恐慌に始まった昭和時代。戦前までは主に経済的に余裕のある人たちの遊びだった釣りは GHQ 主導の政策や朝鮮戦争をきっかけとした好景気により庶民の暮らし向きが良くなることで誰もが楽しめるレジャーの一つとなりました。1950年代にグラス竿やナイロン糸などの大量生産品が一般化し、その後の1960年代の高度経済成長期には釣り人口が爆発的に増加しました。そして庶民のレジャーとしての地位を確立しました。この昭和時代を戦前、戦後、高度経済成長期と3つに分けてお届けします。今回は釣りにおいても暗い時代だった戦前を解説いたします。本日の結論です。釣りどころではないが、後の有名企業が産声を上げる。本日の目次です。激動の昭和初期。戦前までの釣りプレイヤーとは、この2つについて解説いたします。最後に特典パートとして雑誌釣り人の創刊を記念して書かれた創刊の言葉を紹介いたします。激動の昭和初期。江戸時代から昭和末期に至るまで釣りの歴史や文化を記した名著、永田一秋氏が表した江戸時代からの釣りには昭和時代の釣りを記す前にこのように書かれています。大正デモクラシーの時代といってもそれは上辺だけのものだったが、を経て昭和の時代に入ったが、この昭和の初期から戦争中までは誠に暗い時代だった。昭和2年、1927年3月15日には金融恐慌が始まった。昭和4年、1929年10月24日の株の大暴落をきっかけに大恐慌と失業地獄に襲われる。昭和6年、1931年には一層深刻になり、失業者は300万人に及ぶ。東北、北海道は冷害による農村の窮乏がひどく、欠食児童、子の身売り、借金などの犠牲者が多くなる。昭和8年、1933年から国際連盟からも脱退し、ひたすらに戦争の道を盲信したのだが、これ以上戦争の歴史を述べることは、この場でのテーマを離れるばかりだから、あとは必要な折にだけ触れることにして、本題の釣りの歴史に入ることにする。ただ、念を押して申し上げておきたいことは、昭和初期から敗戦によって戦争の終わるまで、釣りの分野でもこのような日本政府の国民を戦争に駆り立てる対外侵略戦争一辺倒政治の影響が常に様々な形でつきまとっていたということを忘れないでもらいたい。これが画家として知られ、東京勤労者釣り団体連合会名誉会長も務めた永田一秋氏が20代半ばで目にした昭和初期の様子であります。元号が昭和に変わる約3年前の大正12年、1923年に起きた関東大震災に続くこうした社会状況の中で釣りはどのような意味を持っていたのでしょうか。釣りどころではないというのがごく一般的な考え方であり、事実釣りをしているところを見られて非国民呼ばわりされた釣り人もいたといいます。しかしそれでも釣りという遊びが失われることはありませんでした。戦前までの釣りプレイヤーとは、釣りは金持ちの遊びというと語弊がありますが、ある程度の経済的、時間的な余裕を持つ人がメインの釣りプレイヤーであったことに間違いありません。江戸時代までの釣りプレイヤーは武家や公家であり、明治時代には財閥、貴族でした。そして大正時代には関東大震災によって釣りプレイヤーの一部が没落したものの、関西地方では復興景気などで一時的に一層の富を手にした者もいたといいます。時代が昭和に入ると第一次世界大戦によるバブル景気が収束し、デフレ不況、金融恐慌が訪れます。ここで政府が取った政策は軍需産業への注力でした。その結果、それまでの成金は淘汰され、
軍需産業に関わる資本家が台頭を始めます。昭和14年、1939年に第二次世界大戦が勃発。開戦から1年ほどの間は軍需絡みの好景気となりました。しかし物資不足や昭和19年、1944年から始まった空襲により、日本は疲弊の度合いを濃くし、それこそ釣りどころではない状況に陥りました。昭和戦前に出版された釣り書籍と昭和戦前の出来事を年表で見ていきます。釣魚大全、上田久志。昭和3年、1928年から発行された全12冊からなる釣り指南書です。アイザック・ウォルトンのザ・コンプリート・アングラーも同様の放題ですが、出版はこちらが先でした。アングリング・イン・ジャパン。昭和15年、1940年、財団法人国際観光協会が発行しました。海外からの観光客に向けた釣り案内、山中湖でのワカサギ釣り、船釣りなどが紹介されています。雑誌釣り人。戦後すぐの昭和21年、1946年に創刊され、現在も発行される総合釣り雑誌です。戦前から発行されていた水の趣味など、昭和時代は釣り雑誌も数多くあります。昭和戦前の出来事を見ていきます。昭和2年、1927年、金融恐慌が始まります。昭和3年、1928年、上野オール金属製作所、後のオリンピックが創業しました。土佐針に加賀針の特徴を加味した福富針が考案されます。昭和4年、1929年、ニューヨーク株式が暴落し、世界恐慌が始まります。昭和7年、1932年、第一次上海事変が勃発しました。日本が満州国を承認します。ドイツでナチスが第一党となります。東京の東商会がノッコミブナ専用の新型針、大輪練り針を売り出します。昭和8年、1933年、日本が国際連盟から脱退しました。釣り雑誌、水の趣味が創刊しました。赤星哲馬氏が趣味の絵木引きを発表します。東京に赤星市を中心とした疑似針研究会が発足しました。昭和10年、1935年、アメリカのデュポン社がナイロン繊維の合成に成功しました。昭和11年、1936年、226事件が起こります。平田喜一氏がアイザック・ウォルトン釣魚大全を釣り人向きに簡約しました。上野オール金属製作所が3段切り替えの 70mm ハイスピードリール、フィッシュオリンピックリールを発表しました。フィンランドでラパラのルアーが生まれます。昭和13年、1938年、国家総動員法が公布しました。大村製作所、後の富士工業が創業しました。昭和14年、1939年、国民徴用令が公布しました。ドイツがポーランドに侵攻します。第二次世界大戦が始まります。IGFA インターナショナルゲームフィッシュ協会が設立しました。昭和15年、1940年、米、味噌、醤油、砂糖、マッチなどの購入が切符制になります。昭和16年、1941年、生活必需物資統制令が公布されました。日ソ中立条約が結ばれます。日本軍がハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まります。東洋レーヨン、現在の東レがナイロン繊維の合成に成功しました。スウェーデンのアブ・ウルファブリケン、後のアブ・ガルシア社が同社初のベイトキャスティングリール、レコードを販売開始しました。金子正勝氏が毛針釣り教団を発表しました。
初めて毛針を寒毛針をドライフライと湿毛針をウェットフライに分類しました。昭和17年、1942年、日本磯釣りクラブが発足しました。昭和18年、1943年、第1回学徒兵入隊で学徒出陣の会が開かれます。鮎毛針に広告、神代などの軍事色を帯びた名称が付けられ始めます。昭和19年、1944年、全国の新聞が夕刊を廃止しました。B29 が東京を初めて空襲を開始します。昭和20年、1945年、東京大空襲が起こります。広島、長崎に原子爆弾が投下されました。ポツダム宣言を受諾しました。GHQ 連合国最高司令官総司令部の指導により第一次農地開拓が始まります。昭和21年、1946年、第二次農地改革が行われました。日本国憲法が公布されます。釣り雑誌釣り人が創刊しました。それでは特典パートです。雑誌釣り人の創刊を記念して書かれた創刊の言葉を紹介いたします。創刊の言葉、昭和21年7月1日。釣りは人類の原始時代から我々と深い因縁を持っているらしい。子供はすべて釣りを好む。我らの遠い祖先のような無心の姿で子供は釣っている。釣ろう、無心の姿で釣りをするために釣ろうではないか。戦時中は時局に調子を合わせるために心身の連成であるとか、大意の向上であるとか、健全娯楽であるとか、いろいろの理屈をつけて竿を担ぎ出した。そして世間にはばかること一通りや二通りではなかった。釣りは元来そんなものではない。人間の生活のありのままのものだ。釣りをすることは何かのためになるなどなど考えるのはもうそれは釣りではない。静かに釣ろう。巨神の姿で竿を握ろう。我ら同行の者数人相計ってこの度釣魚雑誌釣り人を創刊することに決した。我らはもとより釣りの職業人ではないのである。町の素人である。釣り場についても釣法についても幼い知識しか持たぬ。したがって読者諸見に釣法の指導も釣り場の案内も満足にはできないと思う。しかし何かの相談相手だけにはなれようと思う。そんな気持ちで雑誌を制作したい。そして読者と共に楽しく遊び、楽しく釣ろうと考えるのである。これからはますます用紙の不足を告げていくらしい。印刷方面のことも意に任せることがないのである。しかし我らはあらゆる困難を克服してできる限りの豪華な明朗なそして着実な雑誌を多くの釣り人に送りたいという方針のもとに努力しよう。いつまでもご指導とご愛読とを賜らんことを恋願う次第である。いかがだったでしょうか。私も YouTube 配信の初心を思い出させるような言葉でした。この言葉を時々思い出しては釣りの動画配信並びこれからも釣りを楽しんでいきたいと思います。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。